皆さんこんにちは。今日は日本でとっても大事な文化、空気を読むについてお話しします。空気って読むものなのって思いました？そうですよね。普通空気は吸うもの。でも日本では読むんです。例えばあなたが日本に来て友達数人とレストランに行ったとしましょう。美味しそうなメニューがずらり。カレーやハンバーガー。あなたは迷いながらも、じゃあステーキにしようかなと言います。でも周りを見渡すと、みんなあれ、今日は軽めにしましょうみたいな雰囲気。やばい。ここでステーキ頼むのちょっと場違いかなって感じるのが空気を読む瞬間です。じゃあ日本人はいつも超能力みたいに空気を読んでるの？いえいえ、そんなことはないんですよ。でも日本では言葉にしなくても相手が何を考えているのか察するのが大事な場面が多いんです。例えばあなたがカフェで勉強していると、隣の席に日本人のグループがやってきましたよ。最初は楽しく話してたのに、隣の日本人のグループの声が急に小さくなっていきます。そして、じゃあそろそろ行こうかと立ち上がってしまいました。なんで？実はあなたが集中しているから邪魔しないようにしようって空気を読んでるんです。すごいでしょ？でもね、この空気を読む文化、たまにめちゃくちゃ難しいんです。例えば日本人同士でも空気を読みすぎてこんなことが起こるんですよ。2人の日本人が座っています。2人の前には美味しそうなクッキーが。でも1つしかありません。最後の1個のお菓子を前にして誰も取りません。いや、私は大丈夫です。いやいや、どうぞどうぞ。いや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 。っていう遠慮の無限ループが繰り広げられることがあるんですね。こういうの日本ではよくあります。あるんですね。でもここで一つ疑問が湧きますよね。なんで日本人はこんなに空気を読むの？って、実はこれ歴史や文化が関係しているんです。日本は昔から集団行動を大切にする文化なんです。日本って島国ですよね。だから協力しないと生きていけなかったんですね。例えば農業、みんなで協力して田植えをする必要があったので、周りとの調和がすごく大事でした。田植えは一人でできないですからね。だから言わなくても察するということが求められるようになったと言われています。また日本では小さい頃から空気を読むことを自然に学ぶんですね。例えば幼稚園や保育園では先生が子どもたちに、みんなが静かにしているときはどうするの？と優しく問いかけたり、友達の気持ちを考える絵本を読んだりするんですよ。小学校に上がると和を大切にすることが教えられます。クラスの中で協調性を持つことが大事にされるんですね。運動会などの行事ありますけど、自分の役割をしながら全体の流れを意識する機会も増えていきます。でも現代の日本では空気を読むことが時々プレッシャーになることもありますね。例えばあなたが会社で会議に参加しているとします。上司が何か提案したけどちょっと納得がいかない。でもみんな黙ってる。みんな賛成してるの？それとも言えないだけ？
そうなんです。日本では時々反対意見を言いにくい空気になることもあるんですよね。これが空気を読むことの難しさですね。正直本当に日本人でもどうしたらいいんだろうなって思うことがたくさんあるんですよ。でもこれ良いこともあるんです。例えばレストランでの接客、日本の店員さんってすごく丁寧ですよね。その丁寧さの中に実は空気を読むスキルが隠れてるんですよ。例えばお客様が静かに食事をしています。店員さんはあまり話しかけません。逆にメニューをじーっと見ていたら、おすすめをご紹介しましょうかと声をかけるんです。これすごい空気の読み方ですよね。他にも日本のレストランではお客様が食べ終わるタイミングを見てお皿を下げたりお水を次に来たりします。これも言葉にしなくても次に何を求めているのかを察して動いているんです。もちろん海外のレストランのサービスにおいてもお客様の気持ちを察するというのは行われているとは思いますけど、つまり日本では目に見えないコミュニケーションがたくさんあるんです。もしそれをちょっとでも感じられるようになったら、あなたはもう空気が読める人。でもあまり心配しないでくださいね。完璧に空気を読まなきゃいけないわけじゃないんです。日本人でさえ空気を読むのは難しいと思っています。大事なのは日本の文化を知って楽しむこと。それではまた。おにぎりんでした。